前回は徒歩旅3日目の前半戦として古賀駅から間田宿までの様子をお届けしました。今回はその間田宿を出たところからのリスタート。小山、新田、小金井、石橋、スズメの宮と5つの宿場を一気に駆け抜けてゴールの宇都宮を目指します。いよいよ3日目の後半戦、どうぞ最後までお楽しみください。正面に見えているのは小山駅です。駅前上町の交差点に差し掛かったところです。ここはそのまま通り抜けてさらに北へと足を進めていきます。小山宿を抜けて北へ進むと、この先で道は木沢の追い分けに差し掛かります。そこはちょっと特別な分岐点みたいです。かつて旅人たちはここで宇都宮方面へ進む日光街道と壬生鹿沼を経て日光へ向かう壬生道、いわゆる日光西街道との分かれ道に立ちました。当時の道しるべには右奥州左日光と刻まれていたといいます。今は車が行き交う日常の道ですが、江戸時代にはここで旅人が足を止め進む道を選んでいた。そう思うとこの何気ない分岐点にも街道の記憶が静かに残っているように感じます。木沢の追い分けからすぐのところで県道265号から分かれて旧日光街道は右側へと入っていきます。再び旧街道らしい落ち着いた狭い道になりますね。さて小山を過ぎると日光へ向かう道は一つだけではありませんでした。先ほど通り過ぎた追い分けからは宇都宮方面の日光街道とは別に壬生鹿沼を通って今市へ抜ける日光西街道が分かれていました。しかもこの道宇都宮を経由するより少し短いルートなんです。当時の旅人にとって道を選ぶということは距離、宿場、あるいは自分の体力と相談することでもあったのかもしれません。実はこの小山という土地、徳川家にとってはかなり特別な場所だったようです。関ヶ原の戦いの直前、家康が重大な決断を下したとされる小山評定の地、その縁起の良さもあってか、後には将軍が日光へ向かう際の休憩宿泊所として小山御殿も置かれました。つまりこの辺りの道はただ日光を目指すだけでなく、徳川家の歴史が深く重なる道でもあるのです。これから入っていく小金井宿、この地名にはちょっと面白い伝承があるのです。かつてこの辺りの西側で黄金が取れたことから金井村と呼ばれ、後に宿場として整えられる時に小の字がついて小金井になったとも言われています。本当に黄金が眠っていたのかは分かりませんが、地名にそんな言い伝えがあるだけでなんだか道の見え方も少し変わってきますよね。小山宿を出て次に向かうのは新田宿です。現在の小山市羽川辺りにあったこの宿場は日光街道の中では比較的小さな宿場でした。本陣と脇本陣がそれぞれ1軒、旅籠も十数軒ほど、大きな宿場町のような華やかさはなかったかもしれませんね。けれど将軍の日光社さんや旅人の往来を支える上でこうした小さな宿場も欠かせない存在でした。今では王子の建物が多く残っているわけではありません。それでも道沿いに新田宿の名を見つけると、ここにも確かに人と馬が行き交い荷物をつなぎ旅人を迎えた時間があったのだと感じます。新田宿の本陣跡と伝わる場所には現在も立派な門が残されています。本陣が1軒、脇本陣が1軒、旅籠が十数軒ほどの小さな宿場だった新田宿。けれど本陣といえば大名や幕府の役人などが休む宿場の中でも特別な場所です。今は静かな道沿いですが、かつてここでは日光へ向かう格式ある旅人たちを厳かに出迎えていました。残された門を見上げると、この小さな宿場にも街道を支えた確かな役割があったのだと実感します。新田宿を抜け日光街道は小金井宿へと入っていきます。ここ小金井宿は江戸から数えて14番目の宿場、現在の下野市小金井周辺に置かれていた日光街道の重要な宿場の一つです。江戸時代の記録では本陣が1軒、脇本陣が1軒、そして旅籠は40軒以上あったとされています。一つ前の新田宿と比べると宿場としての規模は大きく、旅人にとっては
ここでようやく少し町らしいにぎわいを感じられる場所だったのかもしれません。本陣には大名や幕府の役人など身分の高い人々が休み、旅籠には一般の旅人や商人たちが泊まりました。街道には馬や荷物が行き交い、宿場の人々は宿泊や荷物の継ぎ立て、旅の支度などを支えていたんですね。今私たちが歩いている道沿いには江戸時代の建物がそのまま並んでいるわけではありませんけれど、まっすぐに続く道筋やところどころに残る古い町並みの気配から、ここがかつて宿場町だったことを想像することができます。日光街道はただ日光へ向かうための道ではありませんでした。将軍の日光社参を支え、商人や旅人を運び、江戸と北関東をつないだ大動脈。その道中で小金井宿は人と馬を休ませ、次の道へ送り出す中継時として大切な役割を果たしていたのです。華やかな観光地のように目立つ場所ではないかもしれません。しかしこの静かな町の中にも江戸時代の旅を支えた宿場の記憶が今も確かに息づいています。下野市の標識が見えてきました。下野市という名前自体は新しいものですが、この辺り一帯は本当に古くから人の行き来があった土地なんですね。江戸時代には日光街道が通り、小金井宿や石橋宿が旅人を迎えました。さらに時代を遡れば、下野国分寺や下野薬師寺にもつながる古代の深い歴史を感じられる地域でもあります。そして目の前の交差点を右に曲がると小金井駅です。目の前に国道4号のキロポストがあります。日本橋からついに86キロの地点ですね。キロポストから1本裏に入った道を進んですぐのところに大きく立派な木が立っているのが分かります。こちらが小金井一里塚です。小金井宿を歩く上で絶対に立ち寄っておきたい貴重なスポットなんですね。一里塚とは江戸時代に街道の目印として一里、およそ4キロごとに築かれた塚のこと。旅人にとっては今でいう距離標識のような心強い存在でした。この小金井一里塚は江戸日本橋から22里、約88キロの地点にあります。しかもこの一里塚は日光道中で唯一国の史跡に指定されている貴重な場所なんです。道の両側にあった2つの塚がほぼ当時の姿で残っていることが本当に大きな特徴です。発掘調査では江戸から明治にかけての砂利時期の道路跡や関越通宝、茶碗などの陶磁器の破片も見つかっています。つまりここはただ保存された遺跡ではなく、確かに人が歩き旅をし生活の気配が息づいていた場所なんですね。小金井一里塚に立つと、日光街道が単なる道ではなく江戸から日光へと人と時代を運び続けた大動脈だったことを静かに実感させてくれます。見えてきたのが金井神社です。この神社は江戸時代には小金井宿の鎮守として深く信仰されていました。元は虚空像と呼ばれ、後に北神社星宮神社を経て明治時代に現在の金井神社へと改められたといいます。祀られているのは岩作の神、利根作の神。古い信仰が名前を変えながらもこの地に大切に受け継がれてきました。宿場町を歩くとき、こうした神社に立ち寄ると旅人だけでなくここに暮らした人々のささやかな祈りも感じられますよね。金井神社からすぐのところに本陣跡があります。ここで本陣を務めていたのは大越家。江戸時代の記録にも小金井宿の本陣として大越中右衛門の名が残されています。本陣は大名や幕府の役人など身分の高い方々が休憩や宿泊に使った宿場の中でも特別な場所でした。つまりこの場所は小金井宿の中心ともいえる格式ある空間だったんですね。現在も本陣跡を示す門が残っていますが、明治時代にはここに村役場が置かれたとも言われています。江戸の旅を支えた特別な場所が時代が変わってからは地域の行政を支える拠点になりました。そう考えるとこの門は街道の記憶と町の歴史を今につなぐ大切な目印のように見えてきます。小金井宿を抜けて石橋宿方面へ向かう道中、この辺りで少し面白いのは旧日光街道の残り方なんですね。ここは宿場町の中心のように古い建物や史跡が次々と現れる場所ではありません。むしろパッと見ただけではどこに旧街道があるのか分かりにくい区間でもあります。すぐそばには現代の大動脈である国道4号線、車が途切れることなく走り、物流のトラックも行き交っていますよね。下野市の交通案内でもこの地域には国道4号、新4号国道、 JR 宇都宮線など首都圏と東北地方を結ぶ大きな交通軸が
南北に通っているとされています。つまり今も昔もこの辺りは北へ向かう道の流れの中にある場所なのです。江戸時代には日光街道、現代では国道4号線や鉄道、時代によって道の姿は変わっても人や物が南北に行き交う流れはずっと続いているんだなと感じます。ただここで歩いてみると、その旧日光街道は国道4号線そのものではなく、少し脇にそれた細い道として現れます。畑の横を通る静かな脇道、住宅の間を抜ける地元の生活道路、そして場所によっては下野市役所の敷地を横断するような形でかつての道筋をたどることになります。これまで歩いてきた宿場町とは少し雰囲気が違いますよね。石碑や古い町並みが強く主張してくるわけではありませんけれど、道の緩やかな曲がり方や国道と並行する細い道の存在から、ここに旧道が通っていたことをしっかり感じ取ることができます。自治医大駅周辺は現代的な街の印象が強い場所です。駅があり、市役所があり、大学病院へ向かう案内も見えてきます。いかにも現代の都市機能が集まった場所に見えますよね。でもそのすぐ近くに旧日光街道の道筋がしっかりと残っている。ここが本当に面白いところなんです。江戸時代の旅人が歩いた道が今では市役所のそばを通り、畑の横を抜け国道4号線と並ぶように続いている。この景色は派手な観光名所ではありませんけれど、街道歩きでしか気づけないかなりリアルな歴史の残り方だと思います。旧街道はいつも分かりやすい形で残っているわけではありません。時には大きな道路に吸収され、時には住宅地の中に紛れ、時には畑の脇の細道としてかろうじて道筋を残しています。だからこそこの区間を歩いていると、江戸時代の道と現代の街がきれいに分かれているわけではないことがよくわかります。旧日光街道は過去の遺跡として止まっているのではなく、今の暮らしの中に形を変えて溶け込んでいるんですね。小金井宿から石橋宿へ向かう途中、自治医大駅周辺で見えるのはまさにその姿です。国道4号線のすぐそばに残る細い旧道、市役所や住宅地の中を抜ける少し不思議な道筋、商いや畑の横を静かに続く昔の街道の気配。大きな史跡がなくてもこういう道こそ歩いてみないとわからない旧日光街道の醍醐味なのかもしれません。県道138号を越えて旧日光街道はさらに北へと続いていきます。この辺りの道は宿場町の中心とは少し雰囲気が違いますよね。左手には田畑が広がり、目立った史跡や古い建物が次々に現れるわけではありませんけれど、こういう何気ない道にこそ旧街道歩きの面白さがある気がします。下野市は関東平野の中でも高低差の少ない平坦な土地で、古くから人の暮らしと農地が広がってきた地域です。市の資料でも河川沿いの低地には水田、大地上にはかんぴょうの原料となる夕顔畑が広がる豊かな農業景観の土地として紹介されています。江戸時代の日光街道は将軍の日光社参だけの道ではありませんでした。人が歩き、馬が荷を運び、農村と宿場をつなぐ日々の暮らしの道でもあったんですね。今歩いているこの道もまさにそんな風景です。大きな石碑がなくても田畑の横をまっすぐ進む細い道筋にかつての街道の気配が静かに残っています。この先には旧日光街道赤道と示された看板があります。現代の道路として新しく整備された道ではなく、昔から地域の中で使われてきた道筋が今もかろうじて残っている場所です。派手な見どころではありません。でも国道や県道から少し外れたこの静かな道を歩いていると、旧日光街道が単なる歴史上の道ではなく、今の田園風景の中に優しく溶け込みながら続いていることを実感させてくれます。下野市薬師寺のあたりで少し気になる看板に出会いました。これより赤道です。通行は自己責任でお願いします。最初に見ると赤い道、あるいは何か特別な危険地帯のようにも感じますが、ここでいう赤道は赤道と読みます。赤道とは昔から農道や生活道として使われてきた離道のこと。道路法の適用を受けない、いわゆる法定外公共物と呼ばれる道です。つまり現代の道路としてきれいに整備された道ではないけれど、かつて人が通り地域の中で使われてきた古い道筋なんですね。そしてこの看板のそばには旧日光街道の文字も見えます。私はここを右に曲がり国道4号に戻るルートを選択しました。道が悪そうだったので直進するのはやめました。旧日光街道は
全てが舗装道路や観光名所として残っているわけではありません。時には畑の脇道になり、時には林の中の細道になり、そして時には赤道としてかろうじて昔の道筋を今に伝えています。ここは派手な史跡ではありません。でも江戸時代の道が現代の地図の隙間にそっと残っていることを感じさせてくれる、いかにも旧日光街道らしい魅力的な場所です。下石橋の旧日光街道沿いには関宿城の大手門が移築されたと伝わる門があります。関宿城は現在の千葉県野田市にあったお城で、利根川や江戸川の水運を抑える重要な拠点でした。明治維新の後、多くの城は廃城となり、建物や門が民間に払い下げられて各地へ移築された歴史があります。この門もそうした時代の波の中で関や土城からここへ移されたものと伝えられているんですね。旧日光街道を歩いていると、日光へ向かう歴史だけでなく、思わぬ場所で別の城の記憶に出会うことがあります。キロポストがありました。国道4号の標識で、ここは日本橋から92キロの地点。いやー、かなり進んできましたね。国道4号沿いに石橋愛宕神社があります。創建は西暦759年と伝えられ、かつては石橋宿を含む13家村の豪社でした。元は愛宕塚古墳の上にありましたが、鉄道の工事によって現在地へ移されたといいます。交通の歴史とともに歩んできた石橋の古い記憶です。どうやら標識を見ると石橋駅が近くにあるみたいですね。駅の数でいうと、ここからスズメの宮、そして宇都宮、ゴールの宇都宮も近く感じますが、実はまだ15キロ近くあるんです。そしてキロポストが見えてきました。日本橋から93キロの地点です。93キロポストのすぐ近くに石橋宿本陣跡の標柱が立っています。本陣は大名や幕府の役人など身分の高い方々が休憩や宿泊に使った特別な場所。かつてはここが石橋宿の中心として多くの人でにぎわっていたんだろうなと感じます。国道4号の通り沿いに本陣跡の石踏みが残っています。ここで本陣を務めていたのは小倉半右衛門、名主や年寄も兼ねた宿場の中心的な人物だったと言われています。本陣といえば大名や幕府の役人などが休む宿場の中でも特別な場所となります。スズメの宮駅前交差点の一角に旧仮本陣足明があります。本当に風格のある見事な高麗門ですね。仮本陣とは、本陣や脇本陣が埋出の際などに特例として利用された臨時の宿舎のこと。大名や公家たちがここに泊まり羽を伸ばしていたのかもしれません。スズメの宮駅前交差点からすぐ近くにスズメの宮神社があります。ここはスズメの宮村の鎮守であり、宿場の名前の由来にもなった大切な神社なんですね。創建は997年、源義家によるものと伝えられています。さらに江戸時代には日光社参の将軍や諸大名もここに深く帰依したといいます。静かな境内ですが、ここには宿場の名前と生き交った格式ある旅の記憶が残されているのです。そして神社のすぐそばにキロポストが立っています。日本橋からちょうど100キロの地点、ついに100キロです。なんだか本当に嬉しくなってきますよね。スズメの宮神社から宇都宮方面へ国道4号を進むと、一里という名前の交差点があります。かつて江曽島一里塚があったとされる場所なんですね。日本橋から数えて26里目、約104キロの道のりを歩いてきました。現在一里塚は残っていませんけれど、交差点名やバス停名に残る一里という言葉が、かつてここが街道の距離を刻む目印だったことを静かに伝えています。そして東京街道という標識が見えます。この東京街道という名前は宇都宮市内で使われている道路の愛称になっているみたいですね。宇都宮から南を見ればその先にあるのは東京方面、宇都宮からは東京へ向かう道の始まりなのです。宇都宮市街に近づくと国道4号と国道119号が並ぶように走り、やがて分かれていく場所に差し掛かります。現代の道路番号で見ると、ここはなかなか面白い分岐点なんですね。国道4号は東京日本橋方面から東北へと続く大動脈、一方国道119号は宇都宮から日光へ向かう道で、現在も日光街道と呼ばれています。つまりこの辺りでは江戸から北へ向かう大きな道の流れと日光へ向かう道の流れが現代の道路としても重なって見えてくるのです。旧日光街道を歩いていると、
昔の道と今の国道が完全に一致しているわけではありません。けれどこうした分岐に立つと、宇都宮が日光へ向かう道の重要な節目だったことがよく実感できます。ここから先、道はいよいよ宇都宮宿へ。そしてその先には日光へ向かう街道の気配がさらに濃くなっていきます。不動前交差点のそばに小さな不動堂があります。ここには不動明王が祀られているんですね。江戸時代の初め、宇都宮城主本田正純が日光街道と奥州街道を付け替えた際、この不動堂は道の分かれ目にあったと伝わります。江戸方面からはるばる歩いてきた旅人にとっては宇都宮へ入る心強い目印でもありました。今も残る不動前という地名はまさにこの不動堂に由来しています。小さなお堂ですが、ここは宇都宮宿の入り口を感じさせる街道の大切な目印です。宇都宮の街中に蒲生訓平直制石踏みがあります。蒲生訓平は江戸時代にここ宇都宮で生まれた巧妙な学者です。近畿地方を旅した際、歴代天皇の御陵が荒れていることに心を痛め、自ら調査を行って三領史を表しました。またあの前方後円墳という呼び名を初めて使った人物とも言われているんですね。明治2年、明治天皇は彼の功績をたたえ、その名を広く知らせるよう命じました。それを受け、宇都宮藩知事によって建てられたのがこの石踏みとなります。日光街道を歩いて宇都宮に入ると、宿場や城下町の歴史だけでなく、こうした深い学問の記憶にも出会うことができます。日も暮れて町中はすっかり夜になっています。宇都宮の街中に佐野口木戸跡があります。ここはかつて宇都宮城下の西側の入り口にあたる場所でした。江戸時代の初め、城主蒲生秀行が城内を整備した際、城内と町人町を板塀で仕切り、その出入り口として木戸が設けられたんですね。この木戸は佐野道に通じていたため、佐野口木戸と呼ばれたといいます。木戸を入ると、そこは武家屋敷町、横には番所も置かれ、人の出入りを厳しく見張っていました。ここは宇都宮が宿場町であると同時に城下町でもあったことを静かに感じさせる場所です。佐野口木戸跡を過ぎると、道はいよいよ宇都宮の中心部へ入っていきます。ここから先はただの宿場町ではありません。宇都宮城の城下町であり、日光街道と奥州街道が交わる北関東でも本当に重要な交通の要衝でした。現在の裁判所前交差点付近を右へ折れ、宇都宮宿の本陣跡へ向かって進みます。歩いていると、今はビルや車の多い市街地ですが、江戸時代にはこの辺りに宿場と城下町の機能が重なっていたんですね。宇都宮宿は日光街道と奥州街道の17番目の宿駅。天保14年1843年の記録では、本陣が2軒、脇本陣が1軒、旅籠が42軒、家数は1200軒を超え、人口も6000人以上あったといいます。これまで歩いてきた宿場と比べてもその規模はかなり大きく、日光街道で最もにぎわった宿場町とも言われているんです。つまりこの道は江戸から北へ向かってきた旅人がいよいよ大きな城下町宇都宮宿へと入っていく道。本日の旧日光街道歩きの締めくくりにふさわしい街道の熱気がぎゅっと集まる場所です。本日のゴールでもある宇都宮宿の本陣跡に到着しました。宇都宮宿は日光街道と奥州街道が交わる交通の要衝で、本陣は2軒置かれていました。日光街道で最もにぎわった宿場町とも言われるここ宇都宮宿、その中心に格式ある旅人を迎えた本陣の記憶が今も静かに残されています。本日の動画はここ宇都宮宿までとなります。今夜は宇都宮で宿泊します。宿泊先がホテルアーバングレイス宇都宮で、大浴場のあるホテルを選べたのはラッキーでした。小山宿を出発し、新田宿、小金井宿、石橋宿、すずめの宮宿を越えて宇都宮宿に到着しました。今回の動画では古い街並みがはっきり残る場所ばかりではありませんでしたよね。国道の脇に細く残る旧道、畑の横を抜ける道、そして現代の市街地に溶け込んだ街道の跡、だからこそ歩いて探す面白さがありました。日光街道はただ過去に消えた道ではありません。今の街や暮らしの中に形を変えながら静かに続いていたんですね。そして宇都宮宿は日光街道と奥州街道が交わる大きな宿場町。ここまで来ると日光への道のりもいよいよ後半に入ってきたのだなと実感します。次回はここ宇都宮宿からさらに北へ。日光へ向かう道は少
少しずつ山の気配を帯びていきます。本日もここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。